絵は彫刻よりもずっと空間的であると感じていました。絵は描きたいが、この枠の中で終わらせるわけにはいかないっていう、この空間のあるべき場所に行く、この枠の中に無限の広がりを持つ世界を作る。これは完結しない世界でのある一つの完成の仕方なんです。そこにはそうなるためのあらゆる必然性が強く強く存在する光なんです。まず天使イコール絵画。僕は大学の4年でした。自分でタイトルをつけた最初の作品です。久しぶりに見たんですが、もう恥ずかしいぐらい自分の絵です。つまりこの天使、天使なんですけどね、輪っかがある、パンツも履いてるけど、この天使がもうすでに枠の外に出ようとしてる。僕は芸大の石膏室っていうのがあって、そこでやってたんですけれども、そこには人体の彫刻とかがいろいろとある。で僕はそれを触ったりしてたんですけれども、でもこれを見ると一見人体をモチーフにしているように見えて、実は人体を形にしていく、形作っていく、そういう関心はほとんどないことが分かります。僕は彫刻を触ったりしながら形は変わると感じていました。でこれはいい悪いじゃなくて、絵は彫刻よりもずっと空間的であると感じていました。ですからキャンバスの中にぐっと中身の詰まった人体を描いていくのはもったいないような気がしたんですね。天使っていうのは中身がないですからね。いくらでもイメージを膨らませることはできるけれども、膨らませると消えていくっていうかな、シャボン玉みたいなもんです。もともと形がないものだから絵に描くこともできる、消すことができる。最終的に仮に全部消してしまっても、それはそれでむしろそれが天使になるんじゃないかっていう気もしていました。でキャンバスに木炭で描いていった。でやがてその絵を描くという運動自体がこの枠の外へ出ようとする意思を持ってくるわけです。窮屈だった。窮屈なんです、この枠が。それはもうどうしようもない。ここに頭があります。これは顔です。ここに目があるうちはまだ良かったんです。まだ体は収まっていたと思う。ここに目が消えて、いわば顔全体が目になった時、視線が解放されて、手足がフラグメントになって四方に放射される、光が生まれてこのキャンバスの空間を広げる。その反動で体はブーンと持っていかれる。だから絵とやっぱり自分なんですね。絵は描きたいが、この枠の中で終わらせるわけにはいかないっていう、それはこの絵とこの絵を描いている自分、それがこの枠の中のあるべき場所にいるのではなくて、この空間のあるべき場所に行くという感覚です。僕は自分の絵をこうではなくて、絵だけを見るのではなく、空間ごと見ていたんだと思います。で今この絵を見てると、この全てはこの空間へ行くという気球の運動のように見えてきます。こことここはこんなにも隣同士ですが、そこには無限の距離感が内包されていると感じました。これは東京の国立のアトリエを借りて僕が色を使った初めての作品です。空というのは、広くて大きい。
時には大きいのかどうかさえわからない、いわゆる無限の象徴のようなものだと思います。つまり空を規定する枠というのはない。一方、絵には枠があります。絵というのはこの壁にかけるという性格上、自らの虚構性、つまりこれは絵ですよ、あの青空ではありませんよということは初めから言っています。どんな形であれ枠があるからこそ人は無限なものに憧れる。ですからこの枠の中に無限の広がりを持つ世界を作るっていうことは可能です。で、僕は初めからこの絵をこの枠の中だけで終わらせるつもりは全くなかった。だって天使でさえ枠の中に収まらないんだから、空が収まるわけはないっていう。で、僕はさっきこことここ、絵と絵の枠の外、ここには無限の距離感が内包されているって言いました。この距離感っていうのは空に匹敵すると思ったわけです。もう利用しない手はない。で、どうしたかっていうと、この枠の外にある感覚の枠を持ってくるんですね。つまり意識の上ではここにキャンバスがある。そしてここにマスキングしておくわけです。そうしてここから描く、あるいはここまで描く。だから例えばこういうのだって、こういうところは初めはもっと雲だったと思います。確かここら辺にはもっとある塊もあったと思います。そうやってもうほとんど空に絵を描くように空を描いていった。ほとんど空の中で空に絵を描いていくような、そういう感覚だったと思います。僕は途中からほとんどここにキャンバスが見えていました。はっきり見えてた。1年かかってるからね。ですからこの枠はもうあってもないようなもので、でもあるっていうことがすごく重要なわけです。つまりこの絵がこの絵ですよ、この絵じゃない、この絵が完成した時どうなってると思います？このマスキングを剥がした時、この中はスパッと未完成なんです。つまりこの絵はこの絵の周りの白い壁があって初めて成立している絵なんです。試しにチラシとかのこれハサミかなんかでこう切り取ってみたらいい。何かが決定的に欠けてる感じがするはずです。要するに欠けてるのは絵の周りの白い空間なんです。ここも空、これも空なんです。それが絵画イコール空です。そしてここには、こことここの間には無限の距離感が内包されている。これは要するに絵画空から10年後、東京を離れてベルギーのゲントという町で制作した作品です。キャンバスを貼りながらフレームと絵の具とキャンバスで一つの絵を作る。つまりこのフレームとキャンバスを用意します。それでフレームを立てかけつつ様子を見つつ、その時はキャンバス、これ途中で切ってないですからね、その時点では。10メートルのロールキャンバスです。それを引きずり出しておいて絵の具を手につけて入っていって、キャンバスフレームも組み立てながらキャンバスを動かしつつ描いていくわけです。絵を描くこととキャンバスをフレームに貼っていくことと全部
フレームを作っていくことと全部が同時進行です。何かが先に終わるっていうことはないです。この作品を作っている力があるとしたら、それはゲントで初めて現実の光に遭遇したことだと思います。絵がすっぱだかになっている感じしません？絵を壁にかけるという前提で成立していた枠組み、壁にかけるからこそ必要だった虚構性、虚構の枠みたいなものを取り払って現実の枠組みを自分で組み立てているからだと思います。つまりこの枠は現実の枠であってこの絵自体の枠です。そのためにこの画面そのものが存在になるわけです。この絵の具とこのキャンバス、このフレーム、その間に中間物は一切存在しません。そしてこの作品を作っているのは現実の光なんです。絵というのは光があって初めて目に見える。この世界にはまず太陽からの光があり、そこから人はいつの時代も光を作り出してきました。僕も光を扱っていましたけれど、僕がそれまで自分の絵に取り込んでいた光っていうのは自然の光ではありません。自然の光っていうのは、それなりに雑多なものを含んでいる。全部が全部きれいっていうわけではない。だから僕は光を生成するというか、どんどん純化していった。粒子のような選び抜かれた絵の具の色を明るさのもととして使って、しかも僕の場合キャンバスを貼りながら、貼りの加減でその中に入り込む光の量や質感、そういったものを調整するわけです。一番明るくしたいところなんかは、絵の具なんてほとんど使わないですね。オイルをたっぷり染み込ませた布かなんかに絵の具ちょんととして、でバーってでパッとストレッチするわけです。キャンバスの張りと絵の具の量とで光を作る。キャンバスをこうしといて、ここに色が入っていくで、そうするとこの加減でここに入っていくキャンバスがありますからね、ここからこうすれば少し光が入り込むわけです。そういうことを加減しながらそういうふうに作っていた。ベルギーに行って絵を描くっていうのは、早い話僕にとって初めて外で絵を描くっていうことだったんですよね。でアトリエの外は少しも制作の邪魔になるようなもんじゃなかったんです。で折しもゲントの現代美術館スマック、それが2000年に開館する、元はカジノだった。で僕が行った年、基礎工事のところから見ることができたんです。毎日見に行きました、現場を。で物ができていくっていうのはすごいエネルギーだった。生きている光っていうのは素晴らしいもんだった。全てが光っていう感じだったです。で気が付くと僕はその生きている光の中で絵というものを0から立ち上げようとしていたと思います。絵を裸のまま中間物を置かずに誕生させたかったわけです。この作品には僕がかつて戦っていたような虚構の枠組み、そういうものはもうありません。この枠は現実の枠であり、絵の枠はこの画面そのものなんです。そして画面そのものが存在になるとき、絵は環境に向かって開かれるんです。つまりこの絵の内包するエネルギーっていうのは外へ向かう。それはこの作品が持っている正面性とも関係があると思います。正面性があるから光も外へ向かって放たれる。つまり絵画であるけれどもより空間的な絵画。この空間全部を変えていく四方八方に。でこれは彫刻じゃないですよ。これは絵です。なぜかっていうと絵の正面性を持ってるからです。彫刻はやっぱり現象的なものです。で絵っていうのは抽象的な作業ですよ。自らの虚構性っていうものを言ってるわけです。そうしてその枠の中で世界を作る。彫刻よりもずっとある意味近代的なものだと思います。この作品はだから制作が終わっても閉ざされていないわけです。何かが終わってない。終わっていないっていうのは未完成っていう意味じゃなくて、この作品は僕が思っているある一つの完成の形です。ただし完結はしてない。人が生きているこの世の中に
完結したものは一つもありません。だってこの世界はそれがどうしてできたのかは知らないけど、ずっと動いてきて今も動き続けている。何が起ころうとです。ある人に止まれと言ったってその人は止まってるかもしれないけど時空間が動いています。つまり人間は決して完結することのない世界で生きている。決して完結することのない世界での完成って何って話ですよ。仮に咲いている花、こう咲いている花、そのいつを完成というんですか。一番花が開いている時、じゃあその前は未完成なの。僕は要するにこの作品完成を目指して途中でやめたんじゃない。それは生きるのをやめるってことです。これは完結しない世界でのある一つの完成の仕方なんです。形は変わる。その時代時代で人はものを作る。何かを完成させる。決して完成しない世界の中でです。つまりものはたまたまある形をとっているわけです。奇跡的にと言ってもいいかもしれない。人がものを作る、何かをするとき、そこにはそうなるためのあらゆる必然性がある。そうならなかったかもしれない無数の理由と時間と歴史も流れ込む。その時ものは次の瞬間には消えてしまうかのように強く強く存在する光なんです。僕はそのある虚構の枠組みといったその枠組みの中でその枠にまた挑戦しようっていうそういう世界だと思いますよ。つまりこことここのこんなに近い関係、ここに要するに無限の距離感っていうのが内包されている、もうそれが僕の基本ですよ。だから絵っていうのは素晴らしいものだと思いますけどね。